猫さん、今度は落とさなかったよ。どうして休み明けの月曜というのはこんなにも気だるいのだろうか。あくびを噛み殺しながらいつもの通学路を歩いていると、なんだお前、昨日寝るの遅かったのか？へん、昨日はね、夜中の1時まで頑張って勉強してたの。お前が勉強？それも夜中まで？深夜アニメ見るまで頑張ったよ。目的はアニメかよ。まあその方がナズナらしいか。ルナさんに宿題手伝ってもらったからアニメもちゃんと見れたよ。私はよくわからなかったけど、みーちゃんは面白いって。まあお前が友達思いのいい子だってのはよくわかった。じゃあ頭撫でて。よしよし。しかしお前、土曜の晩俺が宿題手伝ってやった時、遊びすぎて疲れちゃった残り半分は明日自分でやるって言ってたよな。それがルナに手伝ってもらった？日曜の夜中まで勉強していた？これは一体どういうことかね、ナズナ君。しまった。ナズニャン眠くてミステイク。さて、それでナズナ君、君の判決だが。おい、危ない！驚いた。ふらふら歩いたら危ないだろ。車にひかれたらどうするんだ？私が本気なら大丈夫だもん。お前、一度車にひかれたことがあるだろう。ところがどっこい生きている。いい加減にしろ。お前が車にひかれて病院に運ばれた時、俺がどんな気持ちだったか考えたことはあるか？父さんも母さんもみんな本当に心配したんだぞ。だから今度から気をつけて歩け。分かったな？わかった。ごめんねお兄ちゃん。これからは気をつけて歩くね。だからお兄ちゃん、右手貸して。こうして手をつないだら危なくないね。お前はいつまで経っても子供だな。子供でいいもん。お兄ちゃん手大きくなったね。ゴツゴツして皮膚が厚くなって傷も多くなったね。お父さんやおじいちゃんみたいだね。そうか？そうだよ。お兄ちゃん強くなったよね。おじいちゃんの道場で一生懸命稽古してたもんね。無力なのはもう嫌だからな。ナズナが車にひかれた時、何もできなかった弱い自分が嫌だったことはよく覚えている。ナズナが回復した時、今度は守ってやろうと思ったことも覚えている。ただそれだけじゃない気もする。お兄ちゃんどうしたの？大丈夫？もしかしたら俺は何か大事なことを忘れているんじゃないだろうか。南條くん。五行さん？帰り際にすまない。今時間あるかな？何か用か？南條くん、君は以前悪魔の召喚儀式を子供の頃やったことがあると言っていたが、それは今も続けているのか？いや、さすがにそんなことはしてないけど。どうしてそんなことを聞くんだ？この前も言ったと思うけど、南條くんから嫌な気配がするんだ。それが以前よりも強くなっているから気になって。にっしっし、南條くん、何か悪いことでもしたんじゃないの？なんだよ南、話に割り込んできて。いいから聞きなさいよ。五行さんは霊感強いのよ。言うこと当たるんだから。この前も不運が続いていた3組の柳瀬さんが五行さんに相談したら、五行さん悪霊がついているって言って。なんだ、高い壺でも買わせたのか？違うわよ。きちんと除霊してあげたの。五行さんそういった知識もあるんだからね。だからちゃんと話を聞きなさいよね。なぜお前が自分のことのように自慢げに胸を張る？除霊ね。信じてないわね、南條くん。そんな南條くんにはきっと天罰が下るわ。さ、今すぐ私に謝りなさい。
ジュースをおごりなさい。今なら許してあげるわよ。お前何様だよ。いい加減にしないと尻を叩くぞ。やめて。ダメ。そんなことされたら惚れちゃうからダメ。変なやつだな、あいつは。話の途中でごめん、五行さん。それでその嫌な気配だけど、結構やばいのか？俺はそういうの信じないんだが。実はあまり良くない。だから気になっているんだ。南條君、最近何か変わったことはなかったか？いや、特には。そうか。すまない。時間を取らせてしまったな。また明日。ああ、また明日。五行さんの言う嫌な気配って何なんだろう。エルニのくれたこの指輪をつけてから五行さんに似合うとか言われるようになったんだよな。雨か。忍さえ、ルナ、どうして学校に？ん、忍さん、傘持ってきましたよ。一緒に帰りましょよく傘を持ってきてくれたな。助かったよ。雨が止んでる？忍さん。雨が止んだだけじゃない。雲も動いていない。風がない。匂いがない。何より音がない。なんだこれ。結界だ。私が張った結界のせいだよ、南條君。五行さん？南條君から離れろ、化け物。化け物。おかしいとは思っていた。南條君からはずっと嫌な気配がしていた。だが南條君は普通すぎた。何もない。言動も精神も肉体も人間のそれだ。普通化け物に疲れたら先のいずれかに異常をきたす。だから私の思い違いだと思っていたんだが、もう一度言う。南條君から離れろ、化け物。お前は餌場を広げるつもりで来たんだろうが、裏目に出たな。お前は私がここで封じる。そんな、私は化け物なんかじゃない。悪魔はこの教会にいる。滅ぼせ、火を放つんだ。ちょっと待ってくれ、五行さん。どいてくれ、南條君。君はその化け物に騙されている。よく考えてみてくれ。君はその化け物とどこで出会った？いつ知り合った？どうしてそばに置いておく？場所も時間も理由もどれも曖昧だろう。その化け物はよくわからないまま家に居ついたんじゃないのか？それは悪魔がよく使うチャームだ。その化け物は家族に取り入り、家族に気に入られている。そうだろう。悪魔、吸血鬼や無魔の常套手段だ。悪魔の目的は人間の魂を奪うことだ。己の魂の質を上げるために人間の魂を奪う下級悪魔がよくやる手段だ。学校に来たのも多くの人間の魂を奪うためだろう。吸血鬼、無魔、ルナが俺の魂を奪う。魂を奪う。やめてくれ。ルナは五行さんが思っているようなやつじゃない。南條君、君だけの問題じゃないんだ。その化け物が君だけの魂で満足しなかったら多くの人が不幸になる。やはりな。その霊符は人には効果がない。それは人外にのみ反応する。当然だ。魔を払う目的で作られたのだからな。信じられない気持ちはわかる。だけど南條君、そいつは悪魔なんだ。君は騙されている。騙されている？五行さんはルナのことを何も知らないだろう。母親に捨てられたこと、左手の傷跡のこと、人前で泣くことを許されなかったこと、おかえり、たったそれだけの言葉が嬉しくて泣いたこと。悪魔って言葉だけで片付けないでくれ。こいつは、ルナはもう俺の家族なんだよ。五行さん、悪いがこれは譲れない。ルナに手を出すって言うのなら手加減はできない。そうか、分かった。悪魔に疲れた影響だ。南條君は正気じゃない。悪魔の魅惑に精神を侵されている。だったらどうするんだ？その化け物を封じるまでだ。汝は炎、汝は火の神、汝は炎竜。血を騒がせ鼓動せよ。我は五行、魔を炎で焼き払うのよ。
我が呼び声に応じよ。日のかぐ土浄化の炎だ。これで南條君についた魔を振り払う。大丈夫だ。魔を払うための炎だから人には無害だ。ちょっと火傷をするだけだと思う。いや、火傷の前に刀で切られたら死んじゃいますよね。痛くないようにする。行くぞ。待てー！お前たち一体何をしているんだ。ここは学校だぞ。勉強するところなんだぞ。喧嘩は良くないんだぞ。悪いことしたらねえなんだぞ。分かっているのか。どうしてここに人がいるんだ。結界が張られているのに。まさか結界を破ってきたのか。結界？あの紙切れならお腹が空いていたから食べてしまったぞ。お腹壊すぞ。問題ない。私は神だからな。とう！痛くないからな。エルミ、お前何しに来たんだよ。南條君、危ないから逃げてくれ。その子もただ者じゃない。神に刀を向けるなんて失礼だぞ。それでも大魔の一族か。五行の一族は大魔師の中でも優秀で礼儀を重んじると聞いていたのにがっかりだ。私は頭にきた。五行の一族はみんなエッチだっていう噂を流してやる。よし、俺も協力しよう。五行さんはエッチだと学校中に嘘の噂を流してやろう。やめてくれ。私は別にエッチじゃない。それにしても君は私たちを、大魔師のことを知っているのか。大魔の祖は鴨。その鴨の弟子の一人にホムラを持って大魔を行うのを得意としていたのが五行だろ。どうしてそんなことまで知っているんだ。どうしても何も私は神だからな。神は何でもわかるぞ。苦手なのは算数ぐらいだ。でもその大魔の五行がこの金髪美女に何の用なんだ。こいつは私が忍につけた守護霊みたいなものだぞ。大事する必要なんてないだろう。じゃあ君がこの化け物を南條君につけたと。化け物？何をバカなこと言ってるんだ。私は神なんだぞ。すごいんだぞ。ご飯をくれた忍に感謝してるんだ。化け物なんかつけるわけ。うわー！こいつ悪魔だ。それもこいつそんじょそこらの下級悪魔じゃないぞ。誰だこんな悪魔を呼んだのは。こういう強い力を持った悪魔は人間界の結界に引っかかるから、普通なら人間界に降りてくることなんてできないんだぞ。誰だこんなやつ呼んだのは。君なんだろ。そっか、私がやったんだな。でもって話せばわかる。なんだ、コウモリ。この大量なコウモリ、これは。南條君。邪魔だ人間。お父様。ルナ、あの人間にこだわるのはやめろ。あの男ではダメだ。お前はまた傷つく。話してください。無駄だ。忘れたのか。お前はこの男のせいで力を失った。魔界ならともかく人間界ではお前は本来の力は使えまい。この男は7年前の子供だろ。どうしてこんな人間にこだわる。どうしてこいつの魂を奪ってしまわない。どうして7年間も放置した。この男の願いは叶えたのだろう。7年前、魂、俺の願い。記憶操作が効いているのか。覚えてはいないようだな。やはり貴様もルナを傷つける。消えろ人間。お父様、やめて。沈む意識の中、俺が最後に見たのはルナの泣き顔だった。